有名プロだけどお金全然ないとか分かる話ですよ。参加レンジから外れたプレーをやんなきゃダメだと思うんです。自分はプロを目指すんだったらそれは必須と思ってます。木原さんがこの人専業適性あるなみたいな思う人ってどういう人ですか？堅実な人ですね。コツコツやれるんだけど、なんか行くべきところでは思いっきりアクセル踏み込めるとか大事ですかね。でも基本はコツコツじゃなきゃいけないかなと思ってます。テーブルにお金を置くかっていうのと、それはすごい堅実にやらなきゃいけなくって、でテーブルにお金を置いたらそこから先はめちゃくちゃアクセルを踏まなきゃいけないんですよ。どのレートで打つかっていうのはすごい慎重にプレーしなきゃいけないんだけど、でいざ座ったらすごいリスクをそのテーブル内では最大の期待値を求めて思いっきりリスクを取らなきゃいけない。そこの、ギャップがあるんですよね。テーブル選びではなんかこのレートでいくら負けても破産しないってレートを選び、そのテーブル内では最大限のリスクを取るっていうなんか矛盾する2個を同時にできなきゃダメなんで。専業なるぞって言ってポーカープロになってすぐ、そうやって脱落していく人っているじゃないですか、それはどっちのタイプが多いんですか？即脱落する人はリスク取れない人ですね。だけど割とちょっといいところに行ってズドーンっていっちゃうのがリスク取りすぎる人ですね。そこバランスよく取るのは難しい。とても難しいです。長く続けられている人っていうのは割とバランスがいい人ですね。そこにね、リスク取りたくないけど取れるみたいな、もしくはリスク取らないことを選んでるんだけどそもそものスキルが高くってリスク取らないプレーでも十分エッジが出てるとか、そのことも全然ありえますけど。なるほどなるほど。結構両立しないんですよ。結構なんかどこまでも硬いプレーをする人といろんな顔が思い浮かぶかもしれないけどポーカー外とかでもすごいリスク取りすぎてしまう人とかねすごいもう、ほぼ固有名詞みたいな感じいやその固有名詞の人を先輩の彼とか固有名詞を多分想像したんだろうけど、でも彼だけじゃない、全然彼だけじゃない、いや別に彼はワンオブゼムですよマジで。日本人は結構やっぱ渡航するのにお金かかるし、時間もかかるし、だけどアメリカ人は現地にいて現地でプレーできて現地でもカジノに行くことができて、だからマジでそういう人多いです。アメリカ人の方がそうなっちゃう。もう多い。そういう人は本当に多い。実は有名プロだけどお金全然ないとかすんごいよくある話ですよ。ポーカーの勉強していて、でそこで WSOP 行ったらあえて走っちゃったっていう感じなんですけど、別に私自身はプロとは思ってないですし、私の中のプロの定義っていうのはポーカーで、継続的にちゃんとお金を生み出せる、別にそれがポーカーのプレーじゃなくてもいいんですけど、で私は別にそうじゃなくてちょっと一発走っただけなのになんかプロって言われてすごいちょっと気持ち悪いなって結構思っていて、だからその継続的に勝てないのにプロって言ってる人もやっぱ多いじゃないですか。資格があるわけじゃないので、ポーカー強くなりたいなとか、強くなったらそのキャッシュゲームで勝てていけたらいいなっていうのはあるんですけど、現時点ではちょっとあんまり何も考えてないっていうのが正直なところです。でもやっぱ将来的にこうポーカーメインで稼げるようになったら一番いいなみたいな。それはベストですね。それがベストなんです。ポーカー、そうですね。ポーカー関係で食べていけたらもちろんいいなと思う。ポーカーってやっぱ麻雀とかと違ってプロの認定団体みたいなものがないじゃないですか。ないですね。っていう中で、木原さん的にもやっぱり、プロっていうのの定義は椎名さんがおっしゃったみたいな感じ。全く同じで、ポーカーで、食べている、収入のメインをポーカーにしている。でそれはさっき椎名さんがちらっと言ったんですけど、ポーカーのプレーをして勝っているのがほとんど大多数なんだけど、そうじゃなくてもポーカーに関わってポーカー経由でお金を得ていれば、プロかなと思うんですよね。なるほど。メディア出演とかも含めて含めてですね。でも基本的にはポーカーってプレー自体がお金になるんで、かなりの部分は実際のプレーからお金を得ることにはなると思うんですけどね、実際のところは。でもそれも含めて全部でポーカーのプロって呼ばれるものかなと自分は思ってますね。で将来的にはそっち方向にもいけたらいいですけど、今のところは今のところはプロって呼ばないでほしいって感じですね。
囲碁、将棋、バックギャモン、ポーカーの中で麻雀とかポーカーの中で、木原さんがこう一番自分が向いていると思うのってどれなんですか？多分麻雀かポーカーですね。運が絡むゲーム、不確定ゲームですね。で相手の情報が分かんない不完全情報ゲームで、この2個が組み合わさってるゲームが得意ですね。将棋とか囲碁って完全情報ゲームじゃないですか。全部の情報が盤面に出ている。一番違うところって将棋ってもう全部盤面が見えてるから最善手っていうものが存在するわけですよね。ポーカーって例えば自分が最善手と AI が言う手を選ぶと、そしたらプラス50だとする。でそこであえてマイナス20のプレーを選ぶ。そうすると相手が40のミスをすると、それだったらあえて自分が20のミスをして相手が40のミスをしてくれるんだったらその方が得じゃないですか。完全に相手がどうなるか分かんない、で次にどういう情報が出るか分かんない、でそういう中で多分これが得だなって思ったらやって踏み込めなきゃダメなんですよ。緻密に読みを入れてなんかこれで勝てるみたいなのが逆に言えばないんですね。なるほど。で良くも悪くも運要素で負けるじゃないですか。そうですね。でも期待値を取り続けるみたいな。そうでもそういうところは自分向いてるなって思いますね。将棋って囲碁も将棋も最善手を積み重ねれば絶対負けないですからね。絶対負けないけどポーカー負けますからね。そうですね。でもいいことですよねそれね。だって有名トッププロ、本当世界トップのプレイヤーと戦って一晩単位で勝ち越すって全然普通のことなんで、ポーカーの場合は。自分が修行時代ツールなかったですからね。確かにまだウィザード GTO ウィザードとかも。ウィザードなんてめちゃくちゃ新しいですよ。全然ないですもん。当時はなんかこう紙にコンボ数書いてとかそういう感じでやったんですか？そういうのは自分やったことないんですけど、波動参加率とかを何%っていうふうに考える。なるほど。で当たり前じゃないですか。はい。だってこの人の参加率は 25% だからとか、そういうのって当たり前に使うじゃないですか。でも2007年までっていうのは参加率何%って概念がなかったんですよ。この人はルースだな、この人はタイトだなとか。結構最近ですね。そうなんですよ。2007年までなかったんですよ。で2008年にその波動ってものが出てきて、そこでポーカーが劇的に変わったんですよね。で自分はちょうどその2007年に初めてその波動ってものが出てきて、割と最初にそれを概念を導入してやってきた人間世代の一人なんですよね。AI が出てくると AI は今度は逆に参加率とかって概念はあんまり気にしないんですよね。ないですね。だって人によって参加率が違うからどうプレー変えるとか、そういう概念がないんで、なんか常にこの局面でこういうプレーをすれば期待値失わないよっていうのが割と今のね、AI とかの基本的な考え方って言えばいいのかな。まだ逆に言えばすごいディフェンシブなんですよね。守りなんですよ。相手にどういうプレーされてもマイナスしないっていうのがその今の AI の言っているプレーで、ノーリミットホールドの世界で例えば95点のプレーがあると。でそこの研究突き詰めたら96、97、98、99、99.1、99.2、99.3みたいなこんな戦いやってるわけですよ。で自分はミックスゲームの世界にいて全部90点取ったらなんかトッププレイヤーだよみたいな世界でやってるんで楽だし飽きないし、好きですねその方が。なので今は自分はミックスゲームのプレイヤーですね。今ゼロから始めるっていう初心者が、もう本当に何も知らない状況から始めるとしたら何を使ってどういうふうに勉強したらいいと思いますか？ノーリミットホールデムでどこを目指すかによりますね。プロとしてポーカーだけで食べていきたい。それだったらもういろいろやらなきゃダメですよね。例えばその参加レンジから外れたプレーをやんなきゃダメだと思います自分は。だって参加レンジから外れたプレーを相手は知ってくるじゃないですか。例えばカットオフから8五歩をプレーするのはマイナスって言うじゃないですか。じゃあ8五歩をマイナスにさせるにはどういうふうにプレーしなきゃダメなのかって話です。他の3人がボタン SBBB が。でもそれは8五歩をプレーして見ないと実感ができない。どういうプレーされたら嫌かとか。だから8五歩をプレーすることなんか AI は言ってくんないからそもそもレンジ外だし、そこのレンジに勝手に8五歩だけ追加しても意味ないじゃないですか。本当はもっと全体が広いんで結局そこは自分で考えるしかないんで、でプロを目指すんだったらそれは必須と思ってます。
でプロを目指すってわけじゃなくってチャラくらいで済めばいいって思うんだったら、じゃあレンジ表覚えたらいいんじゃないって感じですかね。手っ取り早くある程度勝てるというか負けなくなるんで、レンジ表通りやれば言うほど手っ取り早く負けづらくなるんで、それは最初にそれを覚えろっていうのはある程度合理的かなと自分は思いますね。はい、ただその海外キャッシュゲームだったらまあ大体プラスするよねみたいなレベルだとかプロだとかそこら辺のクラスを目指すんであれば、まあ、それだけでは足りないなって思います。いやもうだってレンジ表覚えるの簡単ですもん。いやそんだけですもん。まあ、でもほとんどの人は多分簡単じゃないです。でも例えばですよ、レンジ表の例えば、クイーン7スードとか6とか、まあそこら辺ってどうせこんな話するぐらいだからそこら辺なんて割とどっちでもいいんですよ。どうせボーダーゼロ付近なんで、ゼロ付近のやつは割とどっちでもいいんで、必ずプラス必ずマイナスだけ分かってて、あとぼやっとボーダー部分って広いんで、そこら辺はなんかそういう感覚で覚える感じですかね。僕はここ1年ぐらいミックスゲームを割と勉強したみたいな感じで、今年初めて WSOP 出てみたいなと思うので、ちょっと木原さんの前で言うの恐れ多すぎますけど、ブレスレットやっぱ取りたいなっていう気持ちはすごくありますね。椎名さんはどうでしょう？キャッシュゲームも、トーナメントも両方好きで、両方すごいざっくり言うと強くなりたいっていう目標があるんですけど、なんかやっぱトーナメントは運要素が強いので、なんかあんまりその優勝したいっていう目標を持ちにくいと思ってるので、なんか本当に強くなりたいしかないんですよね。であえて言うと、だからトーナメントには目標はない、強くなりたい。キャッシュゲームは強くなってすごくハードルは高いけど、ラスベガスの10-20いけたらいいけど、ちょっとそれは1年は難しいかなって思ってます。自分も割と椎名さんに近い考え方で、結果に対して目標っていうのをやっぱ言うのが難しくて、なんですけど、目標というかできればいいなっていう意味では、今年はWSOP は、マジでブレスレット2つ目を取る可能性を少しでも上げるように、トーナメントがっつり出ようというふうに思っています。もうなんかあといっぱい参加するっていうことが一番大事なので、いっぱい参加して、取れればいいなって思ってます。みんなこの3人はもう WSOP に長く行きます？長く行きます。どれぐらい行きます？1ヶ月は行かないと思うんですけど、1ヶ月半。じゃあもうほぼフル。そうなりますね。自分もフルで行くんですけど、僕も1ヶ月ぐらい入れたらいいなと思って。ちょっと一回持ってもらっていいですか？50万円、この金をすいません、ちょっと増やしてください。最後の制作費50万円です。APT の台北に行ってください。ついてくるのはいいけど、チャンネルの相続はかけないでほしい。